春日部つむぎのゲーム作ってみよう。親愛なる視聴者の皆様、こんにちは。どうも、春日部つむぎです。今回は、前回作成したクリア報酬システムで、選択した能力が発動するようにします。選択した能力発動をしてみた、前半、ミニゲーム、その13。早速、作ってみましょう。1、アビリティ番号の受け取り。報酬アイテムウィジェットからアビリティ番号を受け取ります。WB コミットを開きます。グラフに移動します。カスタムイベント EV レシービングアビリティナンバーを作成します。詳細パネル、インプットに変数を追加します。変数アビリティナンバー、インテジャー型を作成します。カスタムイベント EV レシービングアビリティナンバーのアビリティナンバーピンを右クリックして変数へ昇格します。コンパイルして保存します。2、アビリティ番号の送付。確定ウィジェットにアビリティ番号を送ります。WB リウォードアイテムを開きます。グラフに移動します。報酬アイテムを選択した時にアビリティ番号を送りたいので、オンクリックドイベントに追加します。変数 WB リウォードリスト、ゲットノードを配置します。変数 WB リウォードリスト、ゲットノードより、変数 WB コミット、ゲットノードを配置します。変数 WB コミット、ゲットノードより、カスタムイベント EV レシービングアビリティナンバーを呼び出します。前の処理につなぎます。変数アビリティナンバー、ゲットノードを配置します。カスタムイベント EV レシービングアビリティナンバーのアビリティナンバーピンにつなぎます。コンパイルして保存します。3、能力発動。確定ボタンを押すと、能力が発動するようにします。WB コミットを開きます。グラフに移動します。カスタムイベント EV アビリティアクティベーションを作成します。確定ボタンを押した時なので、オンクリックドイベントに追加します。最後でカスタムイベント EV アビリティアクティベーションを呼び出します。変数アビリティナンバー、ゲットノードを配置します。変数アビリティナンバー、ゲットノードより、スイッチオンイントノードを配置します。カスタムイベント EV アビリティアクティベーションにつなぎます。今回はデータテーブルにアビリティを6つ作成しているので、アビリティの数だけスイッチオンイントノードにピンを追加します。0から始まっているので、ピンを7つ追加します。コンパイルして保存します。4、回復。回復を選択すると、HP を回復します。4-1、DPI 関数 HP リカバリーの作成。変数の受け渡しに、ブループリントインターフェースに関数を追加します。DPI TPS プレイヤーを開きます。プラス追加で新規関数を追加します。名前を BPIFHP リカバリーにします。詳細パネル、インプットに変数を追加します。変数 HP リカバリー、フロート型を作成します。コンパイルして保存します。4-2、回復発動処理。回復する能力が発動する処理を作成します。WB コミットを開きます。グラフに移動します。能力発動に追加します。ゲットプレイヤーポーンノードを配置します。ゲットプレイヤーポーンノードより、DPI 関数 BPIFHP リカバリーを呼び出します。HP リカバリーピンに回復量を記述します。今回は 50.0 にします。スイッチオンイントノードの1につなぎます。データテーブルの行の名前に設定した番号です。コンパイルして保存します。4-3、回復効果処理。プレイヤーに HP が回復する処理を作成します。DPTPS キャラクターを開きます。インターフェースに DPI 関数 BPIFHP リカバリーが追加されています。右クリックして、イベントを実装します。イベント BPIFHP リカバリーノードが配置されます。プレイヤーの HP 値に回復量を加算します。変数 HP、ゲットノードを配置します。変数 HP、ゲットノードより、アドノードを配置します。下のピンに HP リカバリーピンをつなぎます。アドノードより、変数 HP、セットノードを配置します。イベント BPIFHP リカバリーノードにつなぎます。加算した HP がマックス値を超えるかどうかを判定します。変数 HP、セットノードより、グレーターノードを配置します。変数マックス HP、ゲットノードを配置します。グレーターノードの下のピンにつなぎます。
グレーターノードよりブランチノードを配置します。変数 HP、セットノードにつなぎます。回復量を加算した値がマックス値を超える場合は、トゥルーに処理が流れます。マックス値を超える場合は、現在の HP をマックス値にします。変数マックス HP、ゲットノードを配置します。変数マックス HP、ゲットノードより、変数 HP、セットノードを配置します。ブランチノードのトゥルーにつなぎます。HP バーに HP 値を送ります。カスタムイベント EVHP バーを呼び出します。変数 HP、セットノードにつなぎます。カレント HP ピンに変数 HP、セットノードをつなぎます。回復した時は、緑色に光るようにします。カスタムイベント EV トリガーフラッシュを呼び出します。前の処理につなぎます。インリニアカラーを緑色にします。マックス値を超えない場合は、現在の HP 値を HP バーに送ります。カスタムイベント EVHP バーを呼び出します。変数 HP、ゲットノードを配置します。変数 HP、ゲットノードをカレント HP ピンにつなぎます。ブランチノードのフォールズにつなぎます。回復した時は、緑色に光るようにします。カスタムイベント EV トリガーフラッシュを呼び出します。前の処理につなぎます。インリニアカラーを緑色にします。コンパイルして保存します。起動してみましょう。報酬アイテムで回復を選択すると HP が回復し、プレイヤーのメッシュが緑色になりましたね。5、攻撃速度の増加。攻撃速度の増加を選択すると連続で攻撃できる間隔を短くします。その1、DPI 関数アドアタックスピードの作成。変数の受け渡しにブループリントインターフェースに関数を追加します。DPI-TPS プレイヤーを開きます。プラス追加で新規関数を追加します。名前を BTIF アドアタックスピードにします。詳細パネル、インプットに変数を追加します。変数アドアタックスピード、フロート型を作成します。コンパイルして保存します。その2、攻撃速度の増加発動処理。攻撃速度が増加する能力が発動する処理を作成します。WB コミットを開きます。グラフに移動します。能力発動に追加します。ゲットプレイヤーポーンノードより BTI 関数 BTIF アドアタックスピードを呼び出します。アドアタックスピードピンに増加量を記述します。今回は 0.5 にします。スイッチオンイントノードの2につなぎます。コンパイルして保存します。その3、攻撃速度の増加効果処理。プレイヤーに攻撃速度が増加する処理を作成します。BTTTS キャラクターを開きます。連続して攻撃ができないように制限します。左クリックで攻撃しているので、レフトマウスボタンノードに追加します。攻撃ができるかどうかを判定します。変数アタックリミット、ブーリアン型を作成します。変数アタックリミットは攻撃できるかどうかです。変数アタックリミット、ゲットノードを配置します。変数アタックリミット、ゲットノードよりブランチノードを配置します。レフトマウスボタンノードのプレスドにつなぎます。攻撃制限中であればトゥルーに処理が流れます。攻撃制限中でなければフォールズに処理が流れます。フォールズにカスタムイベント EV アタックをつなぎます。一度攻撃すると攻撃を制限します。変数アタックリミット、セットノードを配置します。有効にしてカスタムイベント EV アタックにつなぎます。連続で攻撃できる間隔を指定します。カスタムイベント EV アタックスピードを作成します。ディレイノードを配置します。カスタムイベント EV アタックスピードにつなぎます。デュレーションのデフォルト値を 1.0 にします。デュレーションを右クリックして変数へ昇格します。名前をアタックスピードにします。変数アタックリミット、セットノードを配置します。無効にしてディレイノードにつなぎます。アタックインプットの最後でカスタムイベント EV アタックスピードを呼び出します。攻撃速度が増加する処理を作成します。インターフェースに DPI 関数 BTIF アドアタックスピードが追加されています。右クリックしてイベントを実装します。イベント BTIF アドアタックスピ
スピードノードが配置されます。連続で攻撃できる間隔を短くします。変数アタックスピード、ゲットノードを配置します。変数アタックスピード、ゲットノードよりサブトラクトノードを配置します。下のピンにアドアタックスピードピンをつなぎます。サブトラクトノードより変数アタックスピード、セットノードを配置します。イベント BPIF アドアタックスピードノードにつなぎます。コンパイルして保存します。起動してみましょう。連続で攻撃する間隔に制限がつきましたね。報酬アイテムで攻撃速度の増加を選択すると、連続で攻撃できる間隔が短くなりましたね。6、攻撃力の増加。攻撃力の増加を選択すると、余ダメージが増加します。6の1、DPI 関数アドアタックの作成。変数の受け渡しに、ブループリントインターフェースに関数を追加します。DPI-TPS プレイヤーを開きます。プラス追加で新規関数を追加します。名前を BPIF アドアタックにします。詳細パネル、インプットに変数を追加します。変数アドアタック、フロート型を作成します。コンパイルして保存します。6の2、攻撃力の増加発動処理。攻撃力が増加する能力が発動する処理を作成します。WB コミットを開きます。グラフに移動します。能力発動に追加します。ゲットプレイヤーポーンノードより DPI 関数 DPIF アドアタックを呼び出します。アドアタックピンに増加量を記述します。今回は 50.0 にします。スイッチオンイントノードの3につなぎます。コンパイルして保存します。6の3、攻撃力の増加効果処理。プレイヤーに攻撃力が増加する処理を作成します。BTTTS キャラクターを開きます。インターフェースに DPI 関数 BPIF アドアタックが追加されています。右クリックしてイベントを実装します。イベント BPIF アドアタックノードが配置されます。変数を追加します。変数アタック、フロート型を作成します。変数アタックはプレイヤーの攻撃力です。一旦コンパイルします。デフォルト値を 50.0 にします。プレイヤーの攻撃力に増加量を追加します。変数アタック、ゲットノードを配置します。変数アタック、ゲットノードよりアドノードを配置します。下のピンにアドアタックピンをつなぎます。アドノードより変数アタック、セットノードを配置します。イベント BPIF アドアタックノードにつなぎます。一旦コンパイルして保存します。6の4、弾丸の余ダメージ。DT プロジェクタイルを開きます。余ダメージはアプライダメージノードのベースダメージで設定しています。ベースダメージを右クリックして変数へ昇格します。インスタンス編集可能を有効にします。スポーン時に公開を有効にします。コンパイルして保存します。BTTTS キャラクターを開きます。弾丸はノーマルプロジェクタイルのスポーンアクターノードでスポーンしています。スポーンアクターノードにベースダメージピンが追加されています。余ダメージイコール攻撃力にします。変数アタック、ゲットノードを配置します。ベースダメージピンにつなぎます。コンパイルして保存します。起動してみましょう。エネミーの HP を100にしているので2回ヒットで倒しましたね。報酬アイテムで攻撃速度の増加を選択して次のステージに移動します。1回のヒットで倒せるようになりましたね。設定ファイル。プレイヤーが能力を戦略的に選択できる要素を組み込むことで、より奥深いゲーム体験を提供できます。選択
択した能力を発動するメリットは、戦略性の向上。プレイヤーは状況に応じて能力を選択し、最適な戦術を組み立てられます。プレイスタイルの多様化。異なる能力を選択することで、ゲームの進め方にバリエーションが生まれます。リソース管理の最適化。特定の能力を発動することで、スタミナやマナなどの消費を効率的にコントロールできます。キャラクターの個性強化。能力の選択により、キャラクターの特性や役割を際立たせられます。リプレイ性の向上。異なる能力を試すことで、何度も新鮮な気持ちでゲームを楽しめます。対戦の駆け引き強化。PVP では能力の選択が勝敗を左右し、駆け引きをより深いものにします。ゲームのテンポ調整。攻撃的な能力、回復系の能力などを使い分けることで、ゲームの進行スピードをコントロールできます。だそうです。はい、それでは、今回の動画はここで終わります。興味がある人は高評価とチャンネル登録お願いします。じゃあ、バイバイ。